皆さん、遊戯王マスターデュエルはプレイしていますか？もちろん僕は毎日プレイしています。ところで皆さん、マスターデュエルをプレイしていると何か奇妙な模様があるのに気づきませんか？この辺りですね。ここに何か薄く白っぽいブロック状の模様がありますよね。このトランジション画面など特にわかりやすく目立つ気がします。ゲーム開発をやったことのある人ならこれが気になっていたんじゃないでしょうか。なんか画面の端にノイズが乗ってるぞって思っちゃいますよね。またエンジニアならこの模様を見てなんとなくピンとくるかもしれません。おそらくこれはバーコードの一種ですね。何らかの情報がここに埋め込まれているんでしょう。つまりこれは簡単な電子透かし、ステガノグラフィーの一種であると考えられます。それじゃあ一体何のデータがここに埋め込まれているんでしょうか。可能性として考えられるのはユーザー ID やアプリのバージョン番号、デバイス情報などがあり得ると思います。僕はこの中でも特にユーザー ID である可能性が高いと考えました。同じアカウントでプレイするとどの環境でも同じバーコードが現れるんですよね。それじゃあひとまずこのバーコードがユーザー ID であると仮定して解析に挑戦してみましょう。まずコントラストを上げて見やすくします。埋め込まれているバーコードはおそらくこんな感じでしょう。上に僕のユーザー ID を並べてみます。僕のユーザー ID は493372096です。この ID を2進数に変換するとこんな感じですね。バーコードと比較してみるとかなり似ていますね。左右の順序を入れ替えてみましょう。はい、完全に一致しました。左端に余計なビットがありますが、これはおそらくバーコードの終端を表すマーカーだと思います。ということで解析終了です。思ったよりも単純でしたね。ということで、マスターデュエルの画面右上に埋め込まれているバーコードは、プレイヤーの ID を表しているということで確定です。でも、なんでこんな情報が画面に埋め込まれているんでしょうか。このようなステガノグラフィーは、プリンターやコピー機を使った印刷物にも埋め込まれていることがあります。肉眼では見えにくい形で、印刷に使用した機器の ID が印刷されるようになっているんですね。このような情報はこれらの機器が犯罪に使われた場合に備えて埋め込まれています。コピー機を使って文書の偽造が行われた場合、この情報から機器の ID を特定して犯人の所在を割り出すというようなことが行われるわけです。マスターデュエルでも不正使用を摘発するための一手段としてこのような情報が埋め込まれているのかもしれませんね。あるいはこれをテクニカルサポートのために使うこともできるかもしれません。例えばユーザーのアカウントが何らかの不具合によって破壊されゲームを起動できなくなったとします。そんな時スクリーンショットは残っていませんかと聞くことができます。そこから ID を特定して問題解決へとつなげることができるかもしれないというわけです。もう一つ考えられるのは SNS 連動企画のための仕組みです。例えば SNS でスクリーンショットを共有したらジェムをプレゼントなんていう企画を立ち上げたとします。この時、このバーコードを使ってユーザーを特定し、ジェムを与えることができるわけです。というように、いろいろと推測はできますが、正直なところ、どれもあんまり説得力はありませんね。おそらく、これといった確固たる用途は存在していないんじゃないでしょうか。いずれこういうのが役に立つこともあるかもね、というぐらいの曖昧な動機で埋め込まれている気がします。プレイヤー側にしてみてもユーザー ID を公開して困るケースというのはほとんどないと思います。ただどうしてもユーザー ID を隠した状態でスクリーンショットやプレイ動画を公開したいという場合にはこのバーコードを隠すことをお勧めします。幸いなことに画面端の目立たない領域ですから簡単に隠すことができます。画面上端をほんの少しクロップするだけで OK ですね。今回の動画はいかがでしたでしょうか。このバーコードの存在には以前から気づいていたんですが、なかなか解析する機会がなくてずっとモヤモヤしていました。
今回バーコードの仕様まで特定することができて、個人的にもスッキリしました。この情報が皆さんのデュエル体験をより良くするための一助になれば幸いです。